皆さんこんにちは。村田治です。今日はこの天井がドームのようになった、通りを描いてみたいと思います。場所は神戸です。描く前にちょっとヒントと、それから今回自分のチャレンジというのを書いてみました。皆さんのヒントになればと思うことの一つは、背景をなるべく大きな筆で描くということです。自由に大胆に背景を描いてみましょう。それからこれは自分のチャレンジなんですけれども、私のチャレンジなんですけど、登場人物の服装を少し変えて、具体的にはビクトリアン朝時代みたいなちょっとレトロな感じの服に変えて、絵にですね物語性を入れたいと思っています。それでは書いてみましょう。今回絵に入る前にスケッチブックに資料を見ながら小さな、ラフスケッチを書いています。やはり前もって、ラフスケッチを書いた方がこの世界ですね、写真っていうか資料の世界が頭に入るので、書きながらいろんなアイデアを考えたり、こんなところに気があったのかとかですね、自分の心に世界をなじませるというかね、アイデアも膨らませながら書いています。ちょっとこの時は向こう側に小さな人物を入れて、みようかなと思いました。でここに昔の馬車のようなものを、シルエット的なんですけれど、小さいからシルエットで描いてみようかなと思っています。それから、光と影の関係ですね。暗いところ、この辺が暗いとかですね、一応頭に入れました。それから真ん中の人物ですけれども、ロングスカートのですね、女性にしたいなと思っています。ラフスケッチ書いた日付を一応入れておきました。それでは実際に下書きから書いています。紙はある種です。それからサイズは、四つ切りサイズぐらいですかね。まず大きな本当に一番大きなところですね、描いていきたいと思います。ボードの下にお菓子の缶を引いて少しだけ傾けています。見やすいように傾けています。鉛筆の持ち方、ちょうど鉛筆のお尻のところですね、軽く持っています。このドームのところのこの円形の形がポイントですかね、一つの。それから、人物の服装を変えたいので、ここでちょっと考えながらやっています。3人の、資料写真は3人なんですが、ちょっと3人だと面白くないので2人にしました。でこの人物の資料がないんですけれど、実はねちょっと資料も探したんですけど、あんまり適当なものがなくて、シルエット的なので、記憶で書こうということで、書いています。それから左手前のこの座っている男性の方はラフスケッチでは書かないようにしようかと思ったんですが、ちょっと面白いのでね、シルクハットをかぶってもらって、それから本か何か新聞か読んでるような
ポーズにして、入れてみようかとこの段階で思いました。これ実際には、場所がどこだったかな、神戸の百貨店のそば、大丸かちょっと忘れましたけどね、旧居留地のやはり田舎にあるところですね。昔の建物が残っているところですね。とっても雰囲気があるところです。それから右側のところは、タクシーが実際には止まっていますのであまり面白くないので、もっと遠方に人々とか、建物とかもですね、うっすらと見えるということで、物語性を深めたいと思っています。ちょっとラフスケッチも見て、意外とね、ちっちゃなラフスケッチでサラサラっと描いた時の、何も資料を見ないで描いた絵がいいんですよね。でそれをもう一度見て描いています。馬車のところですね、描いています。絵の具はウィンザー&ニュートンです。動画のウィンドウの下の概要欄ですね、説明欄に、絵の具を全部列挙しています。それから筆とか紙とかですね、そちらの方に書いていますのでご覧ください。今日のヒントのところに最初に書きましたけれども、なるべく大きな筆で、背景を大胆に塗るということです。今使っている筆は書道のちょっと太い筆ですが、僕が使っている筆である必要ないと思うんですよね。ちょっと柔らかめの筆なんですけれども、これは書道の筆でなくても、水彩画用の大きめの筆で構わないと思います。背景はブルー系とか紫系を塗るんですけど、先ほど塗ったのがちょっとイエローっぽい、ローシェンナーでしたね。最初に黄色っぽい色を塗った理由は光を感じさせるためです。そしてその上に今度はもう少し暗いブルー系の色を塗っています。本当大胆にこの段階は塗りましょう。で水もたっぷりつけてください。少しボードを傾けているので自然にこう下に流れますよね。でところどころ白く残っているところがそれが光を感じさせて逆にいいわけです。でこういう時にスピードもちょっと意識して、縦のラインですね、スッとこう塗るとちょうど白い紙の跡が残りますよね。そういうところが光のような感じになっていいと思います。色はずっと同じ色ですよね。ブルーっぽい紫っぽい色で塗っています。もう少し今思うと太い筆でもいいような気がしますけど、ちょっと同時にですね、ちょっと細かいところも塗っているので筆先がこう細い
細いところも使うのでね、こういうところもこれも全部同じ筆で塗っています。筆先がこう細く使えて太いところも広いところも塗れるっていうのは書道の筆のいいところではないでしょうか。書道の場合は書道の場合もなるべく太い筆で書けというふうに言いますよね。太いところもそれから細いところも一本の筆で書くということです。なぜそれがいいのかと言いますと、線の中に強弱ができるので、線が生き生きとします。べちゃーっと塗ってしまうとですね、塗り絵のようにペターンとした表現になるって言いますかね。ペターンとしたこの塗り絵のような絵になってしまってはですね、せっかくの絵が死んでしまいますのでね。ちょっとこれ、飛ばしてますよね、赤っぽい色。この辺は右からライトが光が入っているというのがあるので、こう斜めに光の色であるちょっとイエローっぽいイエローのようなオレンジのような色をさっと描いてますね。こういうところもさっと描くといいです。でちょっとその辺は中級者から上級者の方になると思いますけれども、最初からですね、そうは言ってもやっぱり最初からそういうこともやった方が僕はいいと思いますね。初心者だからそれをやらなくていいというのはやっぱり違うんじゃないですかね。ずっと同じ筆を使ってますね。飛ばしたり。下に筆絵の具が溜まったのをボードを傾けて上の方に流しています。こうすると綺麗なグラデーションがねできますね。塩を少しまいて乾かしました。先ほどの1番目の塗りが終わったので2番目に濃いところを塗っていきます。太い筆で同じ筆ですね。サイズは同じ筆。本当先がね細くならないと一本の筆でこのように描くことはできないと思います。筆が古くなると先がボサボサになって広がってしまいますので、この細かいラインはそういう場合は違う筆で塗るということになってしまいますよね。できるだけこの細いところも同じ筆で描くようになった方が面白いと思います。
もうこのドームの円形の部分はこれを丁寧に描いてしまうと絵が硬くなってしまうので、もう本当さっとですね、もう全然正確な写真からのコピーではなくて正確ではない方がいいです。歪んだりですね、線が歪んだり、それから太くなったり細くなったり短くなったりしますけれども、そこが人間が描いているのですから、そこが大事なところですね。そういうラインがかすれたりですね、かすれたり、今の上の線などはこう太いところからスッと細くなったりですね、こういうところが生き生きとした線になるのでエネルギーを感じます。そういうところをなるべく意識してやってほしいと思いますね。ここも思い切ってさっと引きます。で、かすれますよね。当然かすれたり歪んだりしますけど、それから太い絵の具が多いところとかですね、今爪でちょっと石の境目のラインを描きました。なかなかね、最初の頃は早く描けと言ってもですね描けないし、どうしても写真のコピーをしてしまうとは思うんです。それが普通だとは思うんですけれども、こういう描き方が実はいいんだと、こういう描き方だとこういうエネルギーが感じられるような絵になるから、それが絵画なんだというような、思考というか哲学というかですね、体操に言うとそれを自分でまだまだ初心者の方でできないかもしれないけれども、そういう考え方ができるということがすごく大きな差になりますので、将来的に、心の中でそういう考え方を心の中に留めておくことはとても大事だと思います。芸術一般すべて同じだと思いますね。彫刻、絵画、音楽、人間的ななんていうんですかね、微妙な揺らぎというかね、表現に対するそういうところが一番大事なところですのでね、細かい写真のコピー、形にとらわれるのは初心者の時はどうしても必要ですけどね、形を取るというのも必要なんですけれども、同時にですね、カメラではないからこの揺らぎというのが大事なんだということを常に頭のどこかに置いといていただきたいと思います。本当に絵っていうのは自由に描いていいので、そうは言ってもですね、細々と細かいところを直線的に描くというのが好きな場合、そういう方はもちろんそれはそれでいいんですよ。だけど僕というかそうですね、クリエイティブな方は僕のような考え方をしている方が多いと思います。ただね、あくまでも自由ですので、何をやってもいいかと思いますが、そう言いながら人物のところ塗ってますね。ちょっとね、資料が何も見ていないのでね、何もないところで書くという
のがまたいいんですけれど、面白い形がねできたりするんですけど、きっと、ここで時間がかかるなと思いながらちょっと書いてますね。下の方は少しグラデーションにしたいので、ボードを傾けています。絵の具を向こう側に戻していますね。絵の具を絵の上の方に戻しています。ちょっと赤い色をウェットインウェットで入れました。右側の女性は少し黄色い服にしようと思いました。完全に濡れてますね。下がまだ乾いていない絵の具が濡れた状態で、絵の具を追加していっています。こうボード傾けると流れますね、絵の具が。この方に帽子をかぶせるだけでですね、ちょっとレトロな感じになるので帽子をかぶせてあげました。体の、ポーズはこのまま使えますね。まあそれもざっと書いてます。あんまりきっちりデッサンするというのではなくて、もう筆で、書いてますね。まあ、この2人の女性がねうまく描けると、まあほぼ成功かなとは思うんですけれど、まあ服装を今回、現代的な服装からレトロなちょっとビクトリアンの時代の服装に変えていますが、完全に個人的な趣味です。ビクトリア朝時代のというか、あのぐらいのですね、それからもうちょっと新しい時代もあるのかな、服装というかとっても好きなんですね。ですから今までの作品も建物でもそれから服装でもそういうデザインファッションを入れた絵を今までに多く描いています。ですから自分のね好きな服装、現代的なのが好きであればそういう服装に全然構わないと思いますが、シャーロック・ホームズとかね、そういう映画とか物語、アガサ・クリスティとかちょっと大好きですので、そういう世界を描きたいなというのがありますね。でたまたまこの風景自体がちょっとヨーロピアン、ちょっとじゃないですね、相当ヨーロピアンな感じですので、それを利用して、描こうと。これこの資料写真に基づいて普通にね描いてしまうと、写真をコピーして描いてしまうと、単なるショッピングしている女性の方が歩いていると、それから男性がスマホを見ているというような絵なので、それをねいくら描いてもあんまり面白くないかなと思いますね。どうしても手前の人物を細かく描いていると、こ
勢いがなくなってしまうので、今度またね背景を描いたり、全体的に絵を完成に近づけます。やっぱり何回もこの人物のところに戻ってきてですね、少しずつ自分の納得のいく人物に近づけていっています。今ちょっと暗くした方がいいかなというような感じですかね。ちょっと一回ね、練り消しで消してみました、鉛筆の線を。今一番細い筆で細かい枝のところを描いています。向こう側に、うっすらと資料写真に店が見えるので、その店はちょっと利用して、描いています。それから馬車ですね。馬車もちょっと資料がないので、記憶でなんとなくこんな感じかなと書いていますがね。ビクトリア朝っていうんですか、ビクトリアの時代の資料写真も何枚も見たんですけど、ちょっとね逆に暗すぎるというか重たいんですよね。そのままだとデザインが、服装もゴテゴテしてますし、ですからその時代よりもう少し新しい感じの方が僕は好きですね。ビクトリアンのロンドンとかですね、本も何冊も写真集とか残ってますけど、モノクロ写真っていうのもあって、ちょっと暗いですよね。そこまで暗い雰囲気は出したくなくて、明るい感じの絵にしたいと思っています。ここには女性ですね。右側は少年を描こうと頭の中で思っています。単なるシルエットですけどね。馬車の窓を描いて、ちょっと車輪のところですね。ここに車輪があって、馬を描いてっていうふうに思いながらもちろん描いてますね。これもあんまりリアルに描いてしまうとおかしいんですよね。ですから資料がない方がいい場合も多いんですよね。資料があるとどうしてもリアルに描きすぎちゃうのでね。柱のところなんですけれども、小筆ですね。小筆で、ラインでちょっと形を整えています。これもあんまりね、書いてしまうとうるさくなりますので、ポイントのところだけです。
時々ラフスケッチを見て、その時の雰囲気ですね、雰囲気とか人物の形とかもう一度思い出して描いています。少し右側の右からの光が当たっているので、右側を明るくするということで、ホワイトガッシュに絵の具を混ぜて紙のところですね、塗っています。少し服装の形も整えてますね。腰のところにあるこれ、リボンですね。後ろ姿ですのでリボンが少したなびいているという雰囲気を出したいと思っています。少し明るいイエローですね、塗って、あまり水で薄めないイエローを塗って、すぐに指でこすることで全体になじませてます。パーマネントローズを今左側のところへ塗って、ちょっと画面全体が地味なのでね、赤い色を塗ってですね、明るい感じにしています。それからイエローですね、イエローも塗っています。セルリアンブルーを溶いて、これも画面にちょっと色を加えて生き生きとした絵にしたかったのでブルーを入れています。セルリアンブルーは不透明な絵の具ですのでね、こういう場合ちょうどいいですね。もう一度ホワイトガッシュを小筆につけて細かくですね、光が当たっている部分を描いています。ちょうど逆光が当たっているとこういうふうに輪郭のところが光りますよね。向こうから光が当たっているのでそれを描いています。少しずつ細かくリアルにね描いていきます。人物もだいぶリアリティが出てきましたけれども、もうちょっと色を入れた方がいいかなと思って今入れてます。全体ちょこちょこ描きながら、たびたび人物のところに戻ってきて少しずつ完成に近づけていきますね。今水をつけた筆で左側の下のところを明るくしています。床から反射の光があるのでその部分をね明るくしますね。人物の背景を少し暗くすることによって人物を浮き上がらせようかなと思って今暗くしてみています。あまりこれをやるとねわざとらしい感じになりますが、いい感じになりましたね。
こちらも少し向こう側を暗くしましょう。絵が閉まりました。また全体を広く見てみますね。だいぶもうこれでいい感じですね。で、最終的にガッシュを飛ばしてまたちょっと光を表したいと思います。はい、それではこちらが完成した絵になります。最初のテーマですね。大きな筆で背景を大胆に描くということ、それから自分のチャレンジとしては服装を変えて、物語性を持たせるということですね。今回ビクトリアン風の人物を描き入れてみました。ちょっとね、資料写真をもう一回アップしてみたいと思います。こちらが実際に撮影した資料写真になります。これを使って、この世界を創作してみました。いかがでしたでしょうか。ここまで皆さんご覧くださいましてどうもありがとうございました。それでは皆さん、水彩画で幸せになってください。